縄文時代の遺跡がある町で、90年以上続く、灯籠流し。現在も受け継がれる伝統、穴場の花火大会。今回の深掘り旅は、福島県東白川郡花輪町で開催される、第95回花輪流灯花火大会です。解説役は、僕、スクッチです。聞き役は、僕、やっち。それでは、旅ロボの深掘り旅、スタートです。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、福島県にある花輪町です。ここで、花輪流灯花火大会が開催されます。福島県東白川郡花輪町は、赤丸のあたりにあります。福島県の南の方です。第95回花輪流灯花火大会の会場は、JR 水郡線、岩木花輪駅の近くです。車両通行止めになっているところを、青い線で示してあります。川沿いが通行止めになっているので、灯籠流しをする川が、その川ということだと思います。赤丸のところにある桜木橋が、動画のスタート地点になります。花輪流灯花火大会は、令和6年、2024年が第95回です。毎年8月15日に、灯籠流しと花火大会が行われています。ただ、令和6年、2024年は、灯籠は流さず、展示とパレードになっていました。パレードは、大型灯籠だそうです。花輪流灯花火大会の始まりは、昭和5年、1930年だそうです。当時、現在の花輪町は、常豊村でした。常豊村の村長だった金沢春友が、昭和5年、1930年7月末に始めた行事とのことです。平成30年、2018年3月に閉校した、常豊小学校の当時の校長と職員、花輪の青年会の尽力があったそうです。それが受け継がれて、商業供養だけでなく、花火大会や盆踊りも合わせて行われるようになりました。新暦になってからは8月16日に行われるようになりました。他の町村との行事の関わりから、現在では8月15日に行われています。令和元年、2019年に開催されたのが第90回。令和2年、2020年の第91回は中止。令和3年、2021年も中止でしたが、令和3年度供養花火が打ち上げられました。令和4年、2022年も花輪流灯花火大会は中止で、令和4年度供養花火が打ち上げられています。令和5年、2023年に、やっと花輪流灯花火大会が開催されました。でも、灯籠流しは中止でした。その年の花輪流灯花火大会が第94回なので、中止になった年も含めて、回数を数えているようです。そして、令和6年、2024年の今回が、第95回花輪流灯花火大会です。第1回の昭和5年、1930年は、94年前なので、第二次世界大戦中も開催されていたと思われます。花輪町では、縄文時代の遺跡も見つかってるそうです。出土した縄文土器は、東北的な性格を持ち、関東の影響も見られるとのことです。そのため、新しい関東からの文化が、東北に入っていく道だったと推測できるそうです。日本後期の公認2年、811年4月22日上に、古代の道についての記述があります。陸奥の国の街道、浜通りの10駅が廃止されて、日立に通じる久慈川沿いの道に2駅設置したという内容のようです。花輪流灯花火大会の花火を打ち上げる場所が、久慈川です。平安時代中期の、律令の施行催促をまとめた法典、演技式にも、花輪町に関する地名が出てくるみたいです。文治5年、1189年の源頼朝の欧州合戦の運将で、結城友光に白河などが与えられました。現在の花輪町を含む地域も、その領地となったそうです。お、花火が始まった。桜木橋のあたりが、花火がよく見える場所です。桜木橋は川上川にかかっています。そこから少し下流に行くと、川上川は久慈川と合流します。そのあたりが、花火の打ち上げ場所です。花火と花火の間をカットしながらお送りしています。文治5年、
1189年に結城智光の領土になりましたが、16世紀末頃には、白川領全土が佐竹氏の勢力圏に編入されたそうです。この時の花輪町の主要な政治、軍事的拠点は、現在の羽黒山でした。時代は流れて、明治元年、1868年8月、岩木平民政局が設置されました。その年の12月、現在の花輪町が棚倉藩に交付。棚倉藩に交付という意味は調べてもよくわかりませんでしたが、おそらく、棚倉藩になったということだと思います。間違っていたら、コメントで教えてくれると助かります。明治4年、1871年7月、廃藩置県により棚倉県の所管になりました。その年の11月2日、合併により平県に所属。同月29日、平県は岩崎県に改称されました。明治9年、1876年、旧福島県、岩崎県、若松県が合併して、現在の福島県が成立しました。明治22年、1889年4月、町村制施行で常豊村が成立。昭和23年、1948年、常豊村が町制施行して、花輪町に改称。昭和28年、1953年、花輪町と笹原村が合併して、花輪笹原町が誕生しました。昭和30年、1955年、花輪笹原町に石井村と、高木村の大宿、以降、上田、真名畑が合併して、花輪町が誕生。昭和32年、1957年、旧石井村の3集落が、山釣村に編入。昭和34年、1959年に棚倉町の一部を編入。昭和44年、1969年、山釣町との境界が変更され、現在の花輪町が誕生しました。ちなみに、花輪流島花火大会を始めた金沢春友は、戦後に花輪町の町長を2期務めたそうです。花火の途中ですが、町内の小学6年生が制作した灯籠を見てみましょう。花輪町流島花火大会が始まった頃は、各家庭で木の灯籠を1個作って、先祖供養のために流していたそうです。先人の思いを受け継いで、流島花火大会を後世に継承するため、令和元年、2019年に、木の灯籠を復活させたとのことです。それから、花輪小学校と笹原小学校で、木の小型灯籠製作が毎年行われてるそうです。今回は灯籠流しの実施がなかったので、展示になったと書いてありました。人が多くてちゃんと撮影できませんでしたが、桜木橋の通りを奥に行くと、屋台が出ていました。花火が終わると、流島花火大会も終わるようなので、屋台を楽しみたいなら、花火前か、花火中がいいと思います。花火後にかき氷を買おうとしたら、売り切れでした。焼きそばと唐揚げを買いました。一番端の屋台まで行って、桜木橋に戻るところです。人が少なくなってるのがわかります。さっきの人混みは、帰宅ラッシュも込みってことかな。そういうことだと思います。最後の花火の映像を出す前に、盆踊り会場と、大型灯籠を紹介しておきます。大型灯籠と盆踊り会場は、桜木橋から下流に行った、花輪大橋の近くです。その近くに、道の駅花輪があります。大型灯籠の向こう側に人がいるので、その大きさがなんとなくわかるでしょうか？大型灯籠は、右から、キティちゃん、ワンピースのルフィ、不思議な物体？別の角度から見ると、わかるかもしれません。あれ？もしかして？ポニョ？正解はわかりませんが、多分そうだと思います。ところで、パレードは？大型灯籠は盆踊り会場にあったので、その近くでパレードをしていたのかもしれません。最後の花火も終わったので、これで今回の深掘り旅、第95回花輪流島花火大会は終わりです。いつか灯籠流しが復活するのかな？復活してほしいですよね。復活したら、灯籠流しを見るために、また来るのもいいね。
灯籠流しの復活を期待して、この動画は終わろうと思います。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。